おはようございます。画家の木曽です。皆さんお元気ですか？今日はですね、油絵の具です。こちらです。こちら、もりもりに絵の具を乗せてみたという動画でございます。ペインティングナイフで、初日、1日目はしっかり乗せていきます。そして絵の具の筆致とか物質感をしっかりつけて、で、1週間以上乾かしましたね。少しやっぱり寒い季節はなかなか乾きませんので、完全に乾かしてから、じゃあ、2日目どのようにまたクオリティというか質を高めていくか、出ているをどう変えていくかというところ、少し面白いと思いますので、前半は1日目、後半は2日目どういうふうにディティール変えていくか、合わせてご覧いただければ、こういうふうに油絵って成り立ってんねえなっていうことがわかるかと思いますので、ぜひ楽しんで見てみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。形に関してはこれはトレースをしておきました。パクってないです。私自身で写真を撮りましたので、形は大体でいいかなと思ったので、これはですね、あとはこれ、パステルの白を塗っておいてですね、転写をしました。コピーを取った紙の裏にパステルの白、いつも黒とかでやるんですけども、なんとなくですけど、で、これはペインティングナイフですね。これね、難しいですよ。ぜひ使われてみてください。ちょっと厚塗りをするということなんで、思い切って今回はペインティングナイフを多用しながらいっぱい使いながらやっていきました。1時間程度まずわーっとペインティングナイフで描いていって、で、ちょこっと筆で描いてっていうのが1日終了です。で、そのぐらいの段階が好きやっていう人はそのぐらいで終わってもいいかなと思いますけども、桜をですね描く際のちょっとポイントみたいなのが皆様つかめたらいいかなと思います。そのことを喋るかどうか、いつも話が脱線してどっかへ行ってしまうんですけども、形この辺かなとかですね。で、ペインティングナイフのコツって僕あんまりこれ実は得意じゃないんですよ。あんまり日頃も使わないんで。で、同じ方向になりがちなんで、こうやって手をいろんな方向に持っていくっていうのはまずポイントかなというふうに思います。で、もう一つのポイントとしてはやっぱしっかりこれも混色する。なんとなく画面の中で混ぜるというより、パレットの上でしっかり混ぜるということをしておく。ちょっと早送りも今回使わせてもらいますけども、いろんな手の動き分かります？こっちからしたりこっちからしたりしたりとか、そして暗い色で画面を引き締めて、ちょっと右の方光ってますけども引き締めて、本当に工場の中に桜がすごい綺麗にあってですね、この社長が小木曽君ちょっとぜひなんていうことで、何年か前ですね、3年ぐらい前に行って久しぶりにちょっとその写真とかいろいろ見てたら、結構やっぱ綺麗なと思って配管とかをちょっと省いた版で描かせてもらいました。もちろん自分で写真を撮ってきましたよ。で、さあ思い切って生の白行きました。桜、さあどういこうか。こういったり横にしたりかすらせたり置いたり、この辺のバリエーションをどこまでつけれるかっていうことをしていかないと、パレットナイフっていうのはやっぱり基本的に偶然的に絵の具でくっつきますので、いろんな手の方向だけは変えておいてあげた方がいいかなっていうのが私の実感です。そしてピンク色を置きました。マゼンダみたいな色とかを少し混ぜてちょっとピンク色みたいなのを置きました。ちょっとかすらすように置いてみたり、ポッと置いてみたり、形を決めたり、今なんか決めたりですね、枝の方に入ってきたりとかで、画面の全体を見ながら白のこの桜の花を描いていきました。一枚一枚描くの大変やったりしますし、ちょっとね、せっかく油絵の具使ってんやったら油絵の具の物質感とかね、厚みみたいなのを使ってみるというのもやっぱりいいかなと。そしてこのなんていうんですか、工場の中を走ってる水辺のところにあるですね、こういうところ書いていってますね。で、こういうのはちょっと画面の中です。多少混ぜながら、でもあんまり混ざりすぎずに、岩の感じ、岩というかですね、コンクリートの感じ、そしてそこに緑の苔であるとか何であるとか、左の葉っぱ、右の葉っぱみたいな緑も置きつつ、とにかくパレットナイフを初めの段階、とにかく使ってみようということで、ちょっとアップにしておきますね。こんなぐらいのスピードで書いてるんですよ、実は。ちょっと早送りにしてるからわからないですけど、一手一手実はこのぐらいのスピードで書いてます。
ではライブペイントなんかでやったら超面白くないと思うので、やりませんが、こんな感じでで隙間をグレーの下地、これはですね、板ですね、シナベニアというパネルというか板に、ジェッソの白黒、いつもですけどね、こういう下地をいっぱい作ってあるので、作画動画用、これはですね、日頃自分の個展とかで発表するものではなくて、ナイフとかを使ってみる際とかにちょっととかですね、あまり細かい描写とかしたくないという人のために、でもナイフでも責任を取るということを、していくことをちょっと皆さんにお見せして、なんとなく適当に塗るんやとかっていう感じじゃなくて、やっぱり一手一手大事に塗っていったら、ある程度密度とかっていうのもできてきますし、完成度というのは上がってきますよと。水面なんかボンボンボンと置いてあるけど、ゆっくり置いてますからね。めちゃくちゃ、だから早送りやったらわからないんで、たまに普通の通常スピードに戻しますけども、でもやっぱり画面の構成みたいなのを考えながら、で白を塗りながら下の絵の具を混ざらし合わさないようにしながらとかっていう風にやっていくと大変でね、だいぶ絵の具が厚くなってきても、その上からもまた乗せる、しつこく乗せるんだぐらいの気持ちで、またこれが乾かないですね。乾かない。でこれは一応2日間でやってますけど、別に1日で終わらせたいという人はそれでいいと思うんですよね。なんか絵の具の物質感みたいなのがもりっとできたって、うまいこと言ったと思ったら、それでいいと思いますし、一応2日間やって、もうちょっとここから密度上げるにはどないしたいかなっていうのまでお見せできればと思って今回動画を作りました。でちょっとずつこうやってね、本当に手の動きが分かりますかね。どうしても右利きやったら同じようなパターンになりがちなんですけど、そして筆をちょっといこうかなと。筆で少し細かい部分とかっていうのを描きながら、でもやっぱりすごく写実的に描くっていうのはあんまりこの描法に合わないですよね。やっぱりナイフの勢いとかを大事に描いていっている絵なんで、そこのところはなんとなく筆のなんていうかですね、ナイフの面白さみたいなのを壊さないようにする。難しいことまた言い張ったわーって感じかもしれませんけど、だから写実的に描きすぎないっていうところも大事かもしれません。今一瞬筆の後ろで、今筆の後ろでなんか絵の具の厚く塗ってある絵の具をもうちょっとマチエルをつけてみたり、水辺なんかっていうのもなんか絵の具の物質感みたいなものも使いながら、ちょっと暗いので枝も隙間も描きながら、結構やってること自体は実は水彩とかとそんな変わらないんですけど、ちょっとそこにもりという絵の具の厚みが入ってきてるということを少し、知っておいてください。だからこんだけ厚く塗って、でもなるべく下の絵の具と混ざり合わさないようにするっていうのは大事ですよ。どうしてもそれでちゃんと混色してですね、パレットなんかをきれいにしましたけども、混色もしっかりして、こういう隙間もちょっと描いていきながら、ここのところ難しいかもしれませんね。こういう偶然的なナイフの質感に、筆の必然的なタッチというのがうまくはまるかどうか。難しいこと言ってるな。そしてこういう枝みたいなものも描くんですが、あんまり神経質にもなりすぎずに、でも細かい描写みたいなのも少しディティールも入れていってあげた方がいいのかもしれない。いや、もう必要ないかもしれない。わからない。これはわからない。でも僕はあんまりこういう絵を描かないんですけど、皆様が参考になればと。屋外なんかで1日で描くんやって決めてる人なんかにはすごく参考になる可能性もありますし、皆様も季節が良くなってきたら、油絵の具を外でよし勇気を出して印象派気分でやってみようみたいな気持ちでやられる際に、ちょっとナイフなんて使うときに、小木曽のおっさんがなんか言うとったぞと、あまり画面の中で混ぜすぎない方がええぞみたいなことを言うとったぞということが参考になればなというふうに思って、今回も作画動画を作っております。そして筆も使いつつ、ちょっと線的なものも勢いも残しつつ使いつつ、そしてまた生の白、ほらもう置いてっての分かります。もうとにかく画面の上で混ざり合わさないように混色した色、これは生の白に近いんですが、そうすると桜の雰囲気というかですね、そういうのが出てきますね。こうかな赤のめちゃくちゃ分かります。丁寧にやってるでしょ。こうかな赤なでちょっと混ざってはもちろんいますけども、混ざりすぎない。そしてまた筆で描いていってるところをお見せしつつ、
ね、そのバランスを少し考えながら、難しいこと言うてんな。これ言葉の説明って難しいですね。ちょっと細かい点々点々点なんて打ちながら、桜の散っている桜、少し葉桜的になりつつあるような状態みたいなものも書きつつ、点々点々点々点っていう感じで、密度が出てきて、ちょっとスタンドオイルかなんかを混ぜてもっとねちょっと刺そうかなみたいな感じですかね。しっかりこれをもう一回練り直してやろうと。ね、ちょっとしっかりねちょっと今までは実はこういう絵の具は作ってなかったっていうか、今回はですね、でも途中から絵の具の厚みを出すためにこれはスタンドオイルというのを混ぜてねちょっと粘調性を上げました。ちょっと途中段階でもう少しアップでお見せしてますけども、厚くということで、本当に下の絵の具を動かさないようにしながら絵の具の物質感を出していくというですね、ことをしてみるということで、元来の絵の具の持っている色彩みたいなのが大事に早送りになりましたけど、出るんじゃないかなというふうに思います。ね、てん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 。でもこれもね、ちょっと絵の具を厚く塗っているんです。ちょっとこの段階では分かりませんが、ペインティングナイフの、質感を、これ緑しっかり混色して、緑の新緑みたいなものも相当明るい緑みたいなのを、てん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 って置きながら、1日目の作業が終了。こんな感じで置いてってるんですよ。やっぱ早送りだと4倍、5倍、8倍ぐらいで、してますので、このぐらいで、てん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 という風に置いてってますよっていう新緑の緑ですね。というところを一回普通のスピード、そしてアップでお見せしていってます。こんな感じなんですよ。地味な仕事ね。でも1時間程度でやってます。ここまでの1日の作業というのは。この白なんかわかりますか？ねちょ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 と置いていってる。ねちょねちょ、ほら、ねちょ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 。で、こんな感じで、1日目が終了していったということでございます。ねちょ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 。で、少し絵の具が熱くなってるの分かりますか？下の絵の具、まだもちろんもう全然乾いていない段階でですね、これで1日目が終了です。ということで、1日目、終了いたしました。さあ、絵の具の物質感というかですね、勢いみたいなものが非常に出ているのかなというふうに思います。ここから、じゃあ、2日目どのように進めていけばですね、絵の具を活かして描けるのか、ぜひ楽しんでみてみてください。後半です。はい。そして、10日ぐらいは間を置きましたかね。10日ぐらい間を置いて、作業してます。ちょっと紫っぽい色をグレーズをして、要は桜の影の色的な感じを一回グレーズ、これは完成油だけですね、していきました。もう画面全面に塗ってきました。ちょっと印象派というのは紫色、紫派とも言われてますけども、影の色とかが少し紫色的な指ですり込んでみたりしました。で、もうガッサガサ痛いですよ。手とか痛なります。そしてティッシュで取ってもやっぱりティッシュがあれになんていうかカスがついてまいりますんで。これグレーズと言います。ちょっと暗いところなんていうのはせっかく絵の具の物質感がついているんやったらこういう風にグレーズっていうのをしてみて、それを指でこすり込んであげたりするとより深くなっていく。絵の具の凹凸の中に絵の具が入っていったりして、ちょっとこういう風に陰影を強調してつけてあげたりすると、より明るい桜のところに目が行くのではないかなということで、今グレーズ、フランス語で言うとグラッシュと言いますけども、グラッシュしていってます。ね、油絵の具の特性ですね。透明感があるということが特性。また半透明、不透明、全部の、描ける。乾きが遅い。遅いからこそ指とかですり込んだり、これが乾かないうちに塗ってみたりとか、ちょっとグレーズをしている、紫色をしていることによって、細い線とかが描きやすい。油絵の具っていうのはやっぱりですね、乾くのが遅い性質があって、で水彩とかアクリルとかの方が多分細い線って引きやすいという人が多いと思うんですけども、私の場合は基本的にはこのように下の字を滑るように、今も世界、運動大会、冬の大会がやってますけど、スケートリンクの上をシューッと滑っていくような感覚ですかね。ニューニューさんとか出てますかね。今日録画してる日はなんか団体でメダルを取ったみたいな日
なんでまだ乳乳さん出てませんけども、でこう木々の隙間をちょんちょんちょんと描いたりとか、ちょっとこういうところのディティールなんていうのも、僕は絵の具が滑る状態を作っておいた方がウェットオンウェットっていうんですけど、描きやすいかなっていう感じがしますので、私はこのようにですね滑るような状態、そうすると細い線とか長い線とか引きやすい。ただしやっぱり下が凹凸が激しいと描きにくいです。だから本当にこう細かいこう描写とかしていきたい人はなるべく平滑な字の方が描きやすいというのが物理的な話ですよね。あとは例えばちょっとテレピン分を多くしてあげたり僕はして、本当に細かい描写とかはテレピン油みたいな揮発性油と呼ばれるものを多めにしたもので描画したりとかします。髪の毛なんかっていうのも下が濡れてる状態を作ってテレピン油が多めの状態で滑らして描くような、そしてこう細かい点々点々点々という感じで描いてきました。ちょっとこう薄く紫色がかかっているような仕事と、半透明ぐらいの感じと不透明の絵の具、こういうのがこうなんていうかサンドイッチ状になるというか、今も生の白をちょんとこう絵の具つけてポンポンポンと置いてって、もうとにかくこの辺はもう絵の具を厚くトントントンという感じで置いていきながら、一番のハイライトみたいなのをトントントンという風に置いていきながらディティールを詰めていくと、早送りも使わせてください。厚塗りプラス、デテイルみたいなものもかけ、なんていうんですか、絵の具の物質感みたいなのを油絵の具の最大の特性である厚く塗ることができるみたいなものを生かした桜の絵っていうのが描けるんじゃないでしょうか。ね、こういう桜のところ、皆様のお近くにも似たような感じのところがあるかもしれませんよね。ちょっとした公園とかの水があって、そこに水の上に桜が落ちていたりして、でそんなとこも絵になると思うんですね。だからなんか名所に行かないとなんていうふうに思わなくても、意外とこれは工場の中だったりしますけど、あそこの桜とか案外絵になるかもしれないわよとかって言ってお友達かなんか誘ってか、一人で行かれても結構です。散歩道かなんかで、あれこれもしかして絵になるかもしらん、小木曽のおっさん言うとったぞっていう感じでちょっと探してみてですね、本当に日常の中にある桜の木、それがいつ満開になるかという予想を立てて、日常からアンテナをビンビン張っておいて、あそこもしかしてめっちゃ綺麗に咲くかもしらんぞ、毎年咲いとるぞ、こんなとこ絵にならんわと思っていても、そんなところを絵にするのが芸術家の仕事です。なんかね、こう本来の写真を見ていただくと分かる通り、配管とか工場の中ですからあるんですけど、全部省いて、なんとなくそんなのは省いてあげて、大事なこの桜の木と向こうに見える青い扉というかですね、入り口というのがしっかり見えてくるような絵になって、それ最後こんなんですよ。これちょっとピンクにしとこうかな。てん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 。どうですか？油絵っぽい油絵が出来上がったんじゃないでしょうか。皆様もぜひ参考に頑張ってやってみてください。いつか見せてくださいね。見てみたいと思います。本日もご視聴、サインを入れました。ありがとうございました。以上です。ご視聴ありがとうございました。どうですか？書けそうな気するでしょ？そんな難しいことしてるわけじゃないですし、そんなに重層構造とかも難しくない影の部分ぐらいかな、グレーズとかして、少し深みを出していって、あとはもりもり油絵の具の面白さみたいなのが十二分に、出ているかなと思います。そんなに一枚一枚桜描くの大変やっていう方もいると思うんですけども、ね、そんなに難しいことしてるわけじゃないので、コテコテコテと乗せていってみたら、桜っぽくなってきて、なんかね、油絵の具で、桜を描くということができるかと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。またチャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。